なんでこんなことするのよ。絶対に許さない。弁償で済む問題じゃないわよ。あなたをクビにしてもらうわ。ようやく仕事が終わった。パソコンの電源を落として帰る支度をする。明日は舞台稽古に必要な買い出しをして、新人さんをスタジオまで送迎っと。あと倉庫に行ってイベントに使うケーブルを確認した方が良さそうだ。スケジュール表を見て明日の内容を確認してから会社を出る。時計は22時を指していた。今日は給料日なのだが、明細表を見てため息をつく。幼い時からずっと憧れ続けていた芸能界だが、入ることを諦めきれず、裏方として働くことを決めたのだ。この会社に入ってもうすぐ1年が経つ。裏方の仕事は何かと忙しいし、仕事の時間も不規則だ。仕事は楽しささえ感じるけど、その割に給料は少ないのが現実だった。僕は母子家庭で育った。父が突然他界したので、生活も落ち着くまで大変だったし、何より金銭面でも大変だったのだ。一番大変だったのは母だ。時にはダブルワークまでして俺を育ててくれた母に感謝したい。僕は正社員として今の会社に就職した時、母を楽にさせてやりたいと思っていた。給料は少ないが、二人で生活するなら何とかやりくりできる。もう母さんは働かなくてもいいんだよと言うと、ありがたい話だけど、あんたの給料だけじゃ心配で眠れないわよ。息子である僕の言葉を尻目にそう言ったのだ。こうして母は僕が就職しても派遣の仕事は継続したのだった。ある日、僕はイベントで使うグッズを段ボールに入れて運んでいると、階段で何個か落としてしまった。落としましたよ。おや、あんただったのね。清掃員の制服を着て階段掃除している母と遭遇した。母の派遣の仕事は清掃業が中心だ。こうして階段やフロア内などを掃除してくれている。つい最近になって派遣先が変わったとかで、僕が働いている事務所のビルと分かった時はかなり驚いたのだ。ありがとう。ちょっと前が見えにくかったから気づかなかった。あんたは見かけによらずおっちょこちょいだからね。怪我のないようにするんだよ。母はからりと笑って僕に手を振った。息子の僕が言うのもなんだが、母は陽気な性格だ。明るく挨拶をするので、周りと打ち解けるのも早かったりする。僕の職場である芸能事務所は社員が30人ほどしかいない。だから新しく変わった清掃員は僕の母親だというのはすぐに社員のみんなに知れ渡った。そして大事な仕事の前に偶然母と遭遇するとうまくいくという不思議な噂も立つようになった。そんなのはただの偶然だろうと思っているのだが、芸能界というのは験担ぎを大事にする世界でもあるのだ。みんなの活躍を母が後押ししているのなら、それはそれでいいと思っていた。芸能事務所で働くと、同じ仕事を繰り返すというのはほぼない。毎日が違うことをしているので、大変といえば大変だが、充実しているとすら思う時がある。今日はたまたま日中に時間が空いたので、事務所で溜まっていた経費の計算をすることにした。領収書を事務員さんに渡そうとしたとき、下の階段から人の声が聞こえてきた。一体どうするのよ。この声は社長の娘さんであるゆい子さんの声だ。容姿端麗な彼女は読者モデルを経験したほどで、今ではうちの芸能事務所に所属している。そんな彼女が階段に響き渡るほどの大声を出していたのだ。申し訳ございません。謝っているのは母の声だ。そう思った瞬間、僕は急いで階段を降りた。
仁王立ちして怒りをあらわにしているゆい子さんと、ひたすら一生懸命謝って何度も頭を下げている母の姿だった。床は水浸しで空になったバケツが転がっている。よく見るとゆい子さんが着ている少し厚手のジャケットからは水がポタポタと滴り落ちているほどだ。バケツの水をほぼかぶってしまったと容易に想像できた。なんでこんなことをするのよ。絶対に許さない。管理会社に行ってクビにしてもらうから。私の不注意で申し訳ございません。僕は二人の間に割り込み、ゆい子さんへ深々と頭を下げた。母が大変失礼なことをしました。あなたのお母さんのせいで衣装が台無しじゃない。どうしてくれるのかしら。僕が事務所のスタッフだと分かったのだろう。さらに厳しい表情で僕を睨んだ。クリーニングに出すことと代わりの衣装を用意すると申し出たが、怒り心頭な彼女は応じてくれなかった。こんなに声を荒げることもないというのに、何か気に障ることをしたのだろう。僕はただ頭を下げるだけではダメだと考え、一旦顔を上げた。まずはしっかりと相手の顔を見て謝ろう。そう思って彼女と目を合わせた。あなたは。僕を正面から見た途端に、ゆい子さんは激怒していた様子から一変した。困惑した表情を見せ、何かを言いかけようとする。ゆい子さん、この度は大変失礼なことをしました。僕は勢いよく頭を下げると、ゆい子さんは何も言わず、この場を立ち去ってしまったのだ。あんたまで巻き込んでしまって、本当に申し訳ないわ。いつもの母らしくない落ち込みようだった。僕は大丈夫だよ。ここの片付けを任せてもいい？うなずく母に後処理を任せて来た道を戻っていく。遠巻きに僕らの様子を見ていた人々が僕を避けるかのようにその場を離れていく。ゆい子さんに怒鳴られたことよりも今の社員たちの行動が心の中をもやもやとさせた。その日のうちに社内で水かけ事件と言われるようになった。事務所もそれほど大きくない上に、僕の顔にはやけどの跡があるので人から覚えられやすい。遠巻きで、へえ、あいつがね、なんていう声も聞こえるほどだ。普段は温厚なゆい子さんを怒らせたというのがあっという間に知れ渡った。同僚たちが巻き添えを食らいたくないという考えがあるのか、僕を遠巻きにして仕事をすることが多くなった。繁忙期こそ横のつながりが重要となるのがこの仕事だ。このままではまずい状況になる。なんとかしなければ。何か打開策はないかと思っていたとき、社長から呼び出しがあったのだった。社長室に行く途中で母とばったり会った。母も同じように社長室に呼ばれたそうだ。お互いに何も言わないが、あの水かけ事件のことで呼ばれたのだと腹をくくった。社長室では社長と娘であるゆい子さんが椅子に腰掛けていた。失礼いたします。この度は大変申し訳ございませんでした。母は入室するとすぐに謝罪をして深々と頭を下げた。本当なら社員である自分から先に謝罪すべきなのに、母に先を越され慌てて頭を下げる。申し訳ございませんでした。また怒鳴られるかもしれないと身構えていると、予想もしない返事が待っていた。私の方こそ謝罪を聞き入れず、ひどい言葉をぶつけてしまいすみませんでした。ただ単にバケツをひっくり返したという事故だと分かっていたのに、つい。ゆい子さんは椅子から立ち上がり、申し訳なさそうに頭を下げた。思わず僕たち親子は慌てて
頭を上げてくださいとお願いをする。そうなんだ。今日は謝罪とお礼を伝えたくて来てもらったんだよ。忙しいのにすまないね。お母さんも仕事を中断させてしまい申し訳ない。しかも派遣会社の方にも伝えてあるから安心してくださいという。謝罪というか、和解はたった今ゆい子さんとした。けれどお礼とはどういうことだろうか。母の顔をちらりと見ると、さっぱりわからないという表情をしている。実は私、いろいろと悩んでいたのです。ゆい子さんは胸の内を語り始めた。事務所のタレントやスタッフからエコひいき、実力がないくせにずるい、などと言われることを知っていたという。みんなは笑顔で接してくれていたが、それは表向きのことであり、裏では自分のことをよく思われてなかったという現状にストレスを感じていたようだ。そんな時に初めてドラマにキャスティングされた。しっかりとした実力を持っているということを証明するため、撮影当日までセリフや演技の猛練習をしたとのことだった。そして亡くなった母親の形見であるジャケットを着て撮影現場に向かったそうだ。結果は惨敗。撮影では何度も NG を出してしまい、共演者からため息すら聞こえたという。ゆい子さんは肩を落として事務所に帰ってきたそうだ。初めての撮影だから仕方ないという声をタレント仲間やスタッフからかけてもらったけど、その言葉を信じることができなかった。どうせ本心ではそんな風に思ってないくせに、とみんなに対してそう感じてしまったようだ。ゆい子さんはそんな自分の心の醜さと、本当に実力がなく、ただ父親の力によってタレントとして存在するだけなのか、という悔しさで胸が張り裂けそうだったという。そんな時に母が階段でバケツをひっくり返して、ゆい子さんにかけてしまったとのことだった。ゆい子さんは日頃のストレスと、それを覆すチャンスをものにできなかったという悔しさもあり、そのタイミングで水をかけられるという出来事に感情がはじけて、心にもない暴言を吐いてしまったそうだ。その話をゆい子さんがしてくれた後、社長は娘である彼女の肩に手を置いた。娘にそんなストレスがかかっているとは知らず、順風満帆だとばかり思っていたんだ。今回はそのことに気づくきっかけになってよかったよ。社長の言葉にゆい子さんがもう一度頭を下げた。きっと今まで誰にも言えず、一人で自分と戦っていたのだろう。スタッフの誰かがゆい子さんのことを社長令嬢なんて言っていたけど、ゆい子さんはずっと自分を磨き続けてきたのだ。レッスンで遅くまで残っていたことも知っていたし、誰よりも努力しているのは分かっていた。それともう一つ、あの時は妻を救ってくれてありがとう。と社長が続けていった。社長は自分を落ち着かせるように、少し大きめに息を吸って話し始めようとした時、ゆい子さんは自分の肩に置いていた社長の手を取り、そして握りしめた。お父さん、続きは私から話すわ。いたわるように社長を見るゆい子さんへ、社長はすまなさそうにうなずいた。それはゆい子さんが高校1年生の頃、仲のいい友達と遊びに出かけた時だった。彼女はファッションに対して関心が強く、常に流行をいち早くキャッチしては取り入れていたという。ちょうどその頃は、一昔前に流行った大きめのジャケットが注目され、ざっくりと羽織るのがトレンドだったそうだ。まさかこれがまた流行するとはね。いいわよ、貸してあげる。ゆい子さんと彼女の母親の仲はとてもよく、友達みたいに話す間柄だったという。
その日は母親が若い頃に着ていたジャケットを羽織り、友人とショッピングに出かけて楽しんだようだ。楽しい時間を過ごした夕方に、近所の友人から家が燃えているとの連絡があった。急いで家に向かうと、住んでいたアパートは炎で包まれていたそうだ。空には黒い煙が立ち上がり、猛火によって薄暗い空が赤くなっていたという。けたたましく鳴り響くサイレンの音は地獄のようだったと話し、今でもその音を聞くと火事のことを思い出すのだと話してくれた。ゆい子さんの母親は火事に巻き込まれてしまい、助け出されたものの意識はなく、救急車で運ばれたとのことだった。重度のやけどと煙を大量に吸い込んでしまったことが原因で、ゆい子さんの母親はその日のうちに亡くなったそうだ。母親との思い出は何もかもが燃えてしまい、その時にゆい子さんが着用している大きめのジャケットだけが手元に残った。葬儀にはたくさんの知り合いが訪れたが、その中で静かにお線香をあげる青年の姿が目に入ったそうだ。彼女は悲しみにあふれていたが、右頬に生々しいやけどを負った青年の姿が印象的で、脳裏に焼き付いたという。ただ声をかけることはなかったそうだ。僕は話の途中から、その青年というのは自分のことだと気づいた。やけどの跡が妙に痛い。それよりも心がキュッと締め付けられている感じがする。やけどの跡よりも胸の痛みの方が何倍も痛かった。隣にいた母もはっとした表情を浮かべている。当時、僕とゆい子さんとは近所に住んでいたものの、年が違うこともあり、面識はなかった。近所のアパートで火事が起き、まだ取り残されている人がいると聞いた僕は、水をかぶって迷わずアパートに飛び込んだ。無我夢中だったということもあり、あまり詳しいことまで覚えてないのだが、母よりも少し若い女性を必死に助け出した記憶はある。その時、右頬に大きなやけどを負ったのだ。僕は当時芸能界に入ることを夢見ていた。しかしやけどの跡は残ってしまい、その夢は消えたのだ。だからといって自分の行動に対して後悔はしてなかった。なぜかというと、逆に助けようとしなかった自分に後悔すると思ったからだ。ゆい子さんの話は続いた。大好きだった母親と住む家をなくし、彼女と父である社長は意気消沈し、その後は隣の県へ引っ越したそうだ。火事の一部始終を目撃していたご近所さんから見知らぬ青年の活躍の話を聞かされたのは引っ越しをした後だった。社長とゆい子さんはお礼をしようと思っていたが、母親を亡くした町に足を踏み入れることはできずにいたという。話が終わった頃には、彼女も社長も目に涙を浮かべているように見えたが、ゆい子さんはニコッと笑った。あの時は命がけで母を助けてくれてありがとうございました。と再び頭を下げたのだった。社長からも何度も感謝の意を述べられた。そして社長は僕の母に正社員として雇用させてくれないかという提案を出したのだ。掃除をしている母と偶然会うと仕事がうまくいくという噂を社長も知っていたらしい。きっと母の元気な挨拶が人にいい影響を与えるのだと社長は言い、母ももちろん正社員の雇用に承諾した。最後には4人それぞれが握手を交わした。緊張の糸が一気にほぐれ、僕と母はなぜかその場で握手を交わした。どうして僕は母と握手しているのだろうか。そのことにようやく気づいた時には思わずみんなが笑っていた。その後、母の雇用契約の手続きは滞りなく進み、正社員として
事務所勤務となったのだ。現場仕事でもなく、なぜ母は事務員なのか。それは社長の考えがあっての配置だったようだ。実は社長室に呼ばれたあの日以降、社長の潰れかけていた企画が復活したという。僕らスタッフも気になっていた案件だったので、持ち直してよかったと同僚たちと胸をなで下ろしたほどだ。ゆい子さんはというと、徐々に演技力が認められ、女優として活躍し始めた。次のドラマにも出演が決まったり、CM のオファーや取材などの仕事も増えてきている。社長は風水や占いなどの類を一切信じていないことで有名な人だった。それこそ、験担ぎもあまりしない人ではあったものの、今回の企画復活で考え方が変わったようだ。他の社員にも服が来るようにと、みんなと顔を合わせる機会が多い事務所に母を配置したのだった。ねえ、今度打ち合わせをしましょうよ。仕事終わりのゆい子さんが声をかけてきた。いいですね。どこで打ち合わせをしますか？予定表を見て、お互いの休みが取れる日を確認する。あ、この日がいいかな。私映画館がいい。何の映画にするのかを二人で決めていく。僕にも服が巡ってきたようで、ゆい子さんと過ごすことが多くなった。二人で会うことを打ち合わせと呼んでいる。そう、仕事がない日はお互いに変装した上でこっそりと打ち合わせをするのだった。